リュウクです。今回はインケースからインケースらしくないバックパックトラックスシリーズが発表されたので送ってもらいました。今回は18リットルと25リットルの2モデル使ってみて良かった点、少し気になる点見えてきたので、いつものように喋っていきます。それでは行ってみましょう。まず最初にトラックスシリーズについて少しおさらいしておきます。インケースのトラックスバックパックシリーズは25リットルと18リットルの2種類の容量があります。どちらのモデルも1680デニールのコーデュラバリスティックナイロンを使用しており、非常に耐久性が高く、擦れて白くなったりホコリがつきにくい素材で覆われています。この2つのバックパックはインケース初のコーデュラバリスティックを使用したバックパックで、ノートパソコンやタブレットなどのデバイスを安全に格納できるインケースらしさをそのままに、外側の耐久性をぐっと上げた、そんな製品になっています。細部のクオリティは非常に高く、よりシンプルでスタイリッシュに進化したデザインはビジネスシーンやカジュアルな場面でも最適だと思います。それではここから実際に使ってみた感想について話していきます。まずは18リットルと25リットル共通の良かった点から話していきます。まず1つ目はビルドクオリティの高さです。インケースのバックパックは他のシリーズもかなりビルドクオリティが高くて、特に内部のポケットの数や PC スペースの手触りのいいファブリックなど、非常に高級感があって使い心地もいいです。特にこの PC スリーブなんかはインケースの特徴で、 MacBook なんかをそのまんまここに入れておいても傷や擦れから守ってくれる、そんな安心感のあるファブリックでできています。次の良かった点は何といってもコーデュラバリスティックナイロンを採用したという点です。インケースの今までのバックパックはコーデュラバリスティックのモデルはなくて、どちらかというときめの細かいナイロン素材のものが多かったです。しかし最近はこのようなコンパクトなバックパックでもコーデュラバリスティックを採用した頑丈で汚れにくいバックパックが増えてきました。インケースはバックパックのメーカーとしてはかなり老舗ですが、今までこのような強度に特化したものはあまりなかったので、今回初めてこれが採用されたというのは非常に高評価です。次の良かった点はコンパクトなのに多機能であることです。特にこの18リットルのモデルは見た目がかなりコンパクトで薄くて扱いやすいシルエットになっているのにもかかわらず、ボトルポケット、この内側がちゃんとメッシュになってて撥水性のあるボトルポケットがちゃんと両サイドについていたり、このショルダーハーネスの付け根には登山用のバックパックやザックなんかによくあるロードリフトストラップがついているので、背負った時の肩への負担や体へより密着することで疲れにくい構造になっています。このサイズ感のバックパックでこのロードリフトストラップがついているバックパックはあまりないので、小さくてコンパクトなバックパックを使いたいけど背負い心地も捨てたくないっていう人にとってはかなりいい選択肢になるんじゃないかなと思います。次の良かった点はこのセンタージップのフロントコンパートメントです。このように前に持ってきてさっと物が取り出せるこのセンタージップのコンパートメントは非常にゆとりがあって、かつこの長さも確保されているので、こう前にバックパック持ってきた時に非常にアクセスしやすいです。かつこのバックパックの真ん中にジッパーがあるので、左右どちらからも同じセクションにアクセスすることができます。そして細かいんですが、このジッパー自体が止水ジッパーではなく、このような細い柔らかめのジッパーを使っているので、片手で簡単に開閉することができます。結構エアーのフィットパックなんかはこのセンタージップが止水ジッパーになっていて、片手だと結構開けづらかったり、両手でグッと突っ張って引かないと開かなかったりするんですが、閉じた時に両サイドのファブリックがちゃんとジッパーを覆っているので、撥水性もそれなりに確保されつつ、止水ジッパーではないジッパーを使っているので開閉もしやすいという、かなりいいとこ取りな仕様になっています。次の良かった点は自立するというところです。このバックパックの底面はかなり板っぽい芯材が入っていて、中に物が入っていないとあんまり自立はしないんですが、中に PC だったり
衣類だったりちょっとしたガジェットポーチなんかを入れるとちゃんと地面に置いた時に自立するように作られています。またこの底面もバックパックに対してちゃんと垂直に縫い付けられているので、バックパックがこう倒れそうな角度になったりせず、ちゃんとまっすぐ立ってくれるのも嬉しいポイントです。こういう薄型のバックパックはかなり自立性が悪いものが多いんですが、このインケースのトラックスは下の縫い付けというか芯材の素材がクッション素材というよりはちょっと板っぽい感じの素材になっていて、かなり安定感があるので、薄くて自立するバックパックを探している人にはかなりいい選択肢になるんじゃないかなと思います。ここまでが18リットルと25リットルの共通した良かった点です。ここからはこの2つに共通している少し気になった点を話していきます。まず1つ目はここのタブレットポケットが少しタイトというところです。タイトといってもこのような11インチの iPad Pro がこのように余裕を持って入るサイズなので、そこまでギチギチというわけではないですが、問題はここに PC を収納した状態でタブレットを入れようとした時です。 PC ポケットの前面にタブレットポケットが縫い付けられているので、 PC を収納するとここが一気にパツパツになってしまいますよ。ここがタイトなので、出す時に結構力がいるのと、逆にこのタブレットを収納した状態で PC を出そうとする時も結構バックパック自体をグッと引っ張って力を入れる必要があります。またこことここだけの話ではなく、この PC とタブレットを入れた状態で他に荷物が収納されてたりすると、さらにここが圧迫されます。そうすると PC だったりタブレットを出す時にちょっと指をグッと入れて引き出す必要があります。ちなみに25リットルの方は PC スペースが独立してるんですが、タブレットポケットと PC ポケット自体の構造というかサイズ感はそこまで差がないので、これは18リットルも25リットルも共通の課題かなと思います。次の少し気になった点は各コンパートメントが狭いというところです。このバックパック自体はかなり薄型に作られていて、荷物をたくさん入れてもそこまで分厚くならないのでコンパクトという意味ではメリットですが、例えばこの25リットルのトラックスバックパックにおいてはここに PC のコンパートメント、その次にメインのセクション、その次に小物なんかを入れるフロントポケットの1個前のスペース、そしてセンタージップのコンパートメントと、薄いバックパックのこのマチに対してこの4つのスペースに区切られています。マチとしてはこのメインのスペースが一番広いんですが、ここに物をたくさん詰めるともちろんこの前のフロントポケットだったりセンタージップのところにどんどん荷物が圧迫されていってしまいます。なのでポケットもたくさんあって部屋がいっぱいあるので、一見ものすごいものがたくさん入りそうに思えるんですが、このメインスペースに衣類などをかなり詰め込んでしまうと他のコンパートメントにも影響が出てしまい、結果として物が取り出しにくい状態に陥ってしまうことがあります。部屋がたくさんあるバックパックでも上下で分かれていたり、多少斜めに切られていたりすると物がそれぞれ干渉し合わなかったりするんですが、このトラックスバックパックについてはほとんど全てのスペースがこの底面の底まで上から下までつながっているので、基本的に物がどんどん下に降りてきてしまうのもあり、下の方がパツパツになってしまう印象があります。ここのメインスペースに物を入れて下が圧迫される。そうするとこのフロントポケットの部分に小物を収納して、例えばこの底に物が落ちてしまった時にここが圧迫されることで、その落ちたものが視認しづらくなって物をなくしてしまったと誤解してしまう可能性があります。次に気になったのがボトルポケットが少しだけタイトだなというところです。両サイドにポケットがついているのは非常に嬉しいんですが、見てわかる通り下の方は広くても上の方が少し狭いボトルポケットになっています。
こんな感じの薄型のメモボトルでさえも入れようとするとこんな感じで結構パツパツです。ここはゴムになっているのでかなりポケット自体は伸びる構造ですし、 500ml のペットボトルなんかは問題なく入るので人によっては気にならないかもしれませんが、こう背負った状態でボトルを取り出したい人や割と太めのウォーターボトルを普段使っている人はもしかしたらここには入らないかもしれません。次に気になったのがサイドハンドルがないという点です。結構最近のデイパックにはトップのハンドルの他にこのようなサイドハンドルがついていて、横持ちしたりもできますし、カバン自体を取り回す際にブランブランしてしまうショルダーハーネスではなくサイドハンドルを持って取り回せるというメリットがあったりするんですが、このトラックスバックパックにはサイドハンドルは左右両方ともついてないです。トップハンドルがかなりクッション性の優れているしっかりめのハンドルになっているので、ここは人によってはそんなに気にならなかったりするかもしれません。ただこのトラックスのハーネスはこのようにラゲージパススルーに通すとこんな感じで止めておくことができたりします。これは公式が推奨しているかどうかは分かんないんですが、一応横のラゲージパススルーのバックパックはこんな感じでハーネスを収納ができるので、この状態でサイドハンドルがあったらこういうブリーフケースのスタイルでも持ち歩くことができたので、あったら嬉しかったなと思いました。最後に気になったのはエアタグのポケットがないというところです。一応インケースは Apple の公認のブランドとして大々的に宣伝しているメーカーなので、Apple といえばエアタグの収納場所があったらちょっと嬉しかったなと思います。インケース以外のブランドだと例えばウェクスレイのテイラープロパックなんかはここにエアタグ用のポケットがあってここにエアタグを収納することができて、かつ普段使っている状態だと見えない隠しポケットになったりするので、こういうちょっとした隠し要素というか気の利いたポケットがあったらApple 公認ブランドとしても結構説得力があったかなと思います。とはいえ Apple 側は結構エアタグに関してはキーホルダーみたいなアクセサリーを出してたりするので、これを直接ポケットにしまうんじゃなくてこういうところにキーホルダーとしてつけろよっていうことなのかもしれません。次はこのトラックスバックパック18リットルのモデルにのみ感じた良かった点を話していこうと思います。1個目は何といっても絶妙なサイズ感です。18リットルのバックパックは普段使いの容量としてかなり適していて、僕の普段持ち歩いている荷物の量だとこの18リットルがぴったりでした。上部が丸くて厚みもあまりないので背負った時のシルエットもかなりいい感じですし、この多機能さであんまりゴテゴテしてないシンプルな見た目なのもかなりいいなと思いました。次はボトルポケットについてですね。このぐらいのサイズ感のバックパックでこういうちゃんとメッシュになっていて通気性や撥水性が確保されているボトルポケットが両サイドについているものはかなり少ないです。シンプルで丈夫でボトルポケットが2つついていて各部のディティールがかなりハイクオリティで作られているバックパックを探していた方には強くお勧めできるコンパクトなバックパックです。18リットルの良かった点は最後はこのロードリフトストラップですね。これもこのサイズで搭載されているのはあまり例がないので、コンパクトなバックパックを探していてロードリフトストラップが必須要件の人は選択肢的にもうこれぐらいしかないんじゃないかなと思います。もしかしたら探したら他にもいろいろあるかもしれませんが、インケースはかなり信頼性の高いブランドではあるので、ガジェットを多く持ち歩く MacBook などの PC を必ず持ち歩く人でコンパクトなバックパックでこのような体に密着するタイプの機能が備わっているバックパックが欲しい人にとってはいい相棒になると思います。次はこの18リットル特有の気になった点を話していきます。1つ目はチェストストラップが付属していないという点です。ハーネスの構造はこんな感じでチェストストラップをつけれそうな構造になっているんですが付属はしません。対してこの25リットルの方はこのようなチェストストラップが付属しています。
ただここにチェストストラップをつける構造自体はあるので別売りで売ってないかなと探したんですが、この25リットルと同じタイプのチェストストラップは別売りでは売っていませんでした。他のタイプのハーネスに巻きつけるタイプのチェストストラップは売ってたんですが、せっかくここにベルトがあるので同じタイプのストラップを別売りで売ってくれたらもっと良かったかなと思います。容量が少ないのでそこまで重くならないだろうというので、付属させなかったのかもしれませんが、チェストストラップは重量、肩への負担というよりはどちらかというとシチュエーションによってつけたり外したりするのが適切かと思います。例えば自転車で移動する前につけたりとか、長時間徒歩で歩くっていうタイミングで体に密着させないと肩や腰への負担が懸念されるって場合につけたりすると思います。あとは容量が少なくて荷物が軽くても体型的にチェストストラップがないと快適に背負えないっていう人もいるかと思います。そういう意味では標準でつけてくれたら嬉しいんですが、せめて別売りで買えるような状態にしてもらえると良かったかなと思います。とはいえ今後別売りでリリースされるかもしれないので、この動画の公開からかなり時間が経っている場合はインケースの公式ページを調べてみるともしかしたらあるかもしれません。ちなみにこの構造的にこういったウェクスレイのチェストストラップと同じ構造なので、ウェクスレイだったりエアだったりのバックパックを持っている人はこっちに移植できるかもしれません。18リットルの気になる点、最後のポイントはこのフロントジップのマチが少し狭いというところです。このフロントジップかなり使いやすくてガバッと開くので、結構折りたたみ傘だったりサングラスだったりいろんなものを入れたくなってしまいます。しかしこの18リットルのモデルはこのダーツの部分を見てもらうと分かるんですが、かなりマチが狭いです。先ほども触れた通りこのバックパックは全体が薄くてメインスペースなどに物を詰めるとどんどん他のスペースに圧迫してしまうという特徴があります。なのでここのマチが狭ければ狭いほどこのフロントスペースに入れられるものも限られてきます。またここは入れるものの容量よりもちょっとゆとりのあった方が取り出しやすかったり物を探しやすかったりするので、この部分だけで言うと25リットルの方が使いやすいなと思いました。はい、次は25リットルの良かった点を話していきます。まず何といっても PC スペースが独立しているというところです。この2つの容量のバックパックの最大の違いはこの PC コンパートメントが独立しているか否かだと思います。このバックパック自体に物をたくさん詰めていてもここの PC スペースが独立していることで圧倒的に PC の出し入れがしやすいなと思いました。また18リットルにはない機能として PC スペースのここの手前の部分に書類なんかを収納することができるので、仕事上書類をよく使ったり授業でプリントなんかをよくもらう人にとっては25リットルの方が使いやすそうだなと思います。次の良かった点はこのメインスペースのジッパーが大きく開くというポイントです。結構分かりづらいんですが、25リットルの方はボトルポケットの上部より下までジッパーが伸びているのに対して18リットルはボトルポケットのこの口の上の部分までしかメインスペースのジッパーが伸びていません。本体の大きさの違いもあって25リットルの方は18リットルよりかなり大きくこのメインスペースを開けることができます。旅行や出張で衣類を収納するときはこの一番大きなスペースをできるだけ大きく開けれた方がパッキングがしやすかったり、また泊まるホテル先なんかで荷物を取り出したり整理したりしやすいので、そういう長距離移動を想定している人にとっては容量的なメリットもありますし、このような機能性の面でも25リットルの方がお勧めできるなと思います。次はこの25リットルモデルのみに感じた少し気になる点なんですが、特にありませんでした。この2つのモデルは18リットルはデイリー、25リットルはデイリーとトラベルオールマイティなバックパックとして非常にクオリティが高いなと思います。シルエットもミニマルなのでスーツを着ている方が背負っても全然気にならない見た目ですし、カジュアルにも使えるバックパックなので多くの人にお勧めできるなと思いました。これでもかと盛り込まれた機能と、なんといってもこのコーデュラバリスティックナイロンの
バックパックがインケースから出たというのがテンションが上がるポイントかなと思います。インケースファンとしては待ち望んでいたバリスティックモデル、しかもデザインや形も完全新規で出てきたので、これのリリースを最初知った時はかなりテンションが上がったのを覚えています。あとはインケースのバックパックは結構中は柔らかいんですが外側ががっちりしてることが多くて、人によっては結構使いづらいかなって感じる人もいるかもしれませんが、今回のこのコーデュラーバリスティックモデルは芯材がほとんど使われていないので、インケースの中ではかなり柔らかい使い心地で使い勝手がいいなと感じました。中はふわふわのファブリックでガジェットを守って、外側は強固だけど柔らかいバリスティックナイロンでしっかり保護できる、安心できるバックパックだなと思います。インケースはバックパックを僕が好きになった当初の頃から好きなブランドでした。しかし正直なところ最近のインケースのバックパックはちょっとデザインが古くなってきているなと感じていました。そんな中でこのトラックスシリーズが発売されて、僕の知る限りほとんどの好きな機能が詰め込まれているバックパックかつデイパックとしてコストパフォーマンスや機能性の面から最も適しているコーデュラーバリスティックを採用したところが非常に良かったなと思います。今回のこのトラックスシリーズのリリースによってインケースのガジェット系のバックパックがさらに追い上げを見せてきたなと思い、今後リリースされるかもしれない新製品にもかなり期待が高まる、そんな体験が詰まったバックパックでした。以上になります。こんな感じでこのチャンネルではバックパックのレビューや日々に役立つ情報なんかを発信しています。もう一つのチャンネルのエミグラムでは言葉では表現しきれないバックパックの魅力を隅々まで 4K 映像で見ることができます。こちらもぜひチェックしてみてください。X、Instagram、TikTok もやっています。こちらもぜひフォローをお願いします。最後にこの動画が面白いと思っていただけた方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。